の名前どうやって読むのかな。トレジャー3、トレジャー3、それともトレジャー2、3つとも OK、 どれでも OK、 トレジャー G さん。信州のお山の中から発信しておりますトレジャー G さんですね。小さい頃信州海がない、長野県には海がない。初めて海を見たのが10歳の時、そして20歳になるまで海の水に触れたこと1回しかない。そんな山奥暮らしをしていて、生まれ育ちも信州の山の中、今住んでいるところも信州の山の中っていう感じです。本日のトレジャーは遺伝子スイッチオンにするポジティブフレーズの作り方、これ一つ一つお話ししていこうと思います。ポイントは今日3つあります。明日と京都で3つです。3つのポイント。1つ目はなるべく大きく。2つ目は人間関係。3つ目はこれは NG。少しずつお話ししていきますね。はじめになるべく大きくっていうのはポジティブフレーズを作るとき、あんまり細かいこと言わない。例えばポジティブフレーズ日ごとに繰り返してこれから自分の固定観念思い込みにしていく、新しい心地よい思い込みにしていくそのポジティブフレーズ、これ作るときにね、来年太郎くんと結婚している、これね、そういう願望があったとしても実は狭いのね。太郎くんには申し訳ないながら太郎くんよりも素晴らしい相手が見つかるかもしれないし、来年ね、もっと大きなビッグチャンスがやってくるかもしれない。もっともっと大きな一生を変えるようなビッグチャンスが降って湧いてくるかもしれない。だからね、太郎くんとかそういうね、特定しない。あんまりたまにね、海外の人にこの話をすると、フレーズ作ったよ、3ヶ月後に日本に行ってるって、そういう場合にフレーズ作ったよって、それね、細かく決めすぎ。いつどこにいても素晴らしい素晴らしい出会いに恵まれてね、素敵な出会いを楽しんでいる、それでいいじゃない。国とか特定しないでいいじゃない。いつでもふさわしい仲間たちと、いつでも素晴らしい仲間たちとちょうどしっくりね、程よいところでその場の暮らしを楽しんでいる方が広いじゃない。これ日本に行ったってね、どこに行ったって変わりないんだから、どこにいたってみたいに、いつでもどこでも誰とでもみんなといつまでも、そういう言い方にね、なるべく大きく願いを広げます。で、プランニングね、その大きくポジティブフレーズを作った後、細かなことをプランニングするのはいいんだよ。細かなところをね、プランニングして、それはね、日ごと繰り返す言葉とは別。いついつまでに自分はこういう夢を実現しているって紙に書いて机の中に入れとくのはあり。いついつまでにってね、一生ずっと自分はその夢を実現した結果、例えばどういう気持ちで、どういう出会いに恵まれて、どういうことを楽しんでいるのか、そういうところをはっきりさせます。なるべく大きく大風呂敷でね、フレーズ作った方がいいんです。そこぜひぜひね、試してみて。時を限定しない、場所を限定しない、人を限定しない、限定しないで大きく夢を叶えます。それでは2つ目。わしらの願い、夢っていろいろあると思うんだ。そして最後にはね、結局はね、みんなわしらのね、幸せ、喜び、楽しいフィーリングって人間関係の喜びなんだよ。人との関わりなの。人と出会って、人と交わって、人と関わって、人と力を合わせて、そういう中に喜びがあるんだよね。ここ大丈夫だよね。人の喜びのほぼ 100% は人間関係の喜びよ。そして人のね、苦しみ、
悩みのほぼ 100% がやっぱり人間関係の辛さ、悩みなんだよね。だからきっとね、こうマジックフレーズというか、このポジティブフレーズを生み出す時、昔のこの国の日本の言葉で言うと誠のりとって言ったりします。その誠のりとを生み出す時にね、人との出会い、人との関わり、人との交わり、人と力を合わせて何をしていくか、これ誰かと人とね、みんなと、そうしたフレーズっていうのが半分くらいあってもいいくらいだと思いますね。一人ぼっちで幸せってどう？一緒にこう幸せをしみじみ味わえる誰かがいた方がいいよね。ご飯だってさ、世界あちこち旅して回って美味しいもの食べ歩いたとするよね。何を食べるかだけじゃなくて誰と食べるかが大事でしょ。一人でね、どんなに美味しいものをお金出して一人ポツンと食べていたって心がどこか寂しいよ。お腹がどんなにいっぱいになっても胸はペコペコかもしんないよ。そういうね、一人ポツンと食べてても。だから誰と一緒に野菜を育てて、誰と一緒にお魚を釣って、誰と一緒にお料理をして、誰と一緒に美味しくいただくか。誰とっていうのは特定の人でなくていいの。気の合う相手と、しっくりぴったりくる相手と、そういう言い方でいいからね。人と関わり合うマジックフレーズ、ポジティブフレーズ、誠のりとを生み出すのがおすすめです。これは人間50年からすでに3年はみ出している53歳のね、トレジャー G さん、53になって言えることです。確かに言えること。家、お金、車、いろいろあるかもしんないね。最も生き生き、しみじみ、ワクワク、キラキラ嬉しいのは、人との交わり、家族、仲間、力合わせられる仲間、共に暮らして一緒に泣いたり笑ったりできる家族、そこが一番やっぱりわしらのね、トレジャーですよ。宝ですよ。宝物を大切にしてね、ポジティブワードを生み出そうね。家族の一人一人にありがとう、ありがとうって加えていくのでもいいと思う。一人一人の名前を呼んでね、何々ちゃん、何々くん、ね、お母さん、おかげさまで、ありがとね、よろしくねって、日ごとに大事な人とこう力を通わせ合うような、そういうマジックフレーズ、ポジティブフレーズあっていいと思うよ。大事な人5人セレクトするだけでもね、何々ちゃん、お母さん、お父さんお母さんがね、遺伝子的にいないって人、わしはまだ会ったことないんだよね。そういうクローンな方とは今まで、会ったことがなくて、全員みんな遺伝子的にお父さんお母さんがいましたね。そんなお父さんお母さんと自分はどうしてうまくいかないのかな、いつもどうして仲違いしちゃうんだろうとか言ってる暇があったら、お母さん、おかげさまでいつもありがとね、よろしくねってマジックフレーズ言ってみたらいいと思うんだよね。日ごとに習慣として。そしてそうやってずっと繰り返していたら、今まで大変だった関係がもう魔法のようにお互いにこう許し合って笑い合える関係になっていったっていう話を私何百って聞いてますね。人交わり、人間関係、2つ目のポイントですね。人間関係のポジティブフレーズを生み出しましょう。このぐらいで、あとは後半ということで、また明日お楽しみに。どうぞ。ポイント3つ目お楽しみに。